どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が毎月使っている生活が快適になるおすすめのサブスクリプションサービスをまとめて紹介していこうかなと思います。サブスク月額課金制のサービスですが、ちょっと前に使っていないサービスとかも解約して必要最小限にはしてみたんですけど、それでも全部で20個契約していて、月額は先言っちゃうと総額44,663円でした。これがね、高いのか安いのかちょっとわかんないですけども、僕はねこれらのサービスのおかげで毎日とても快適に楽しく過ごせています。そんな僕が契約しているサブスクサービスをまとめて紹介していきます。もし皆さんも同じサービスを契約してるよとか、こんなサービス使ってるけどおすすめだよとかねありましたら、ぜひコメントでね教えていただけたら嬉しいです。ではね、20個ありますので早速行ってみましょう。はい、まずライフスタイル系のサブスクから紹介していきます。1つ目はこちら、Amazon プライムです。僕の生活には欠かせない Amazon プライムですね。僕はもう年間契約をしてしまっていますが、月額換算すると492円です。ここ数年でちょいちょい値上げされてしまったりしてますけど、それでもねやっぱりまだまだねコスパ高いと思います。この後紹介するサブスクと比べても比較的安価なのに特典が充実しすぎていてね、もうやっぱり Amazon プライム最高ですよね。プライム会員になれば Amazon でプライム対象商品を買い物した時に送料が無料になったり、お急ぎ便も使えるので商品がすぐに届いたりしますし、プライム会員限定のセールに参加できたり、他にも買い物関係で様々な特典が使えます。 Amazon で月に2つ3つでもね買い物する方は入会しておいて間違いないと思います。さらに Amazon プライムビデオも見放題になりますし、あと Amazon Music も聞き放題になります。他にもたくさん会員特典サービスがあって入らない理由が見つからないくらいコスパめちゃ高なサブスクです。はい、まずねこの Amazon プライム、これは僕の生活には本当欠かせないものになってますね。あとライフスタイル系で僕がとても助かってるなと思うのが洗濯代行サービスですね。僕は白ふわ便というところのサブスクサービスを契約していますが、これもねほんと便利です。月額 12,980 円のプランで月5回まで洗濯代行を依頼できます。周回依頼日をウェブから指定して洗濯物を専用バッグに詰めて指定日に玄関先に置いておけば勝手に持って行ってくれます。で翌日には洗濯して乾燥させて丁寧に折りたたんでくれた状態で配送してくれます。月額13,000円近いんでちょっとね割高にも感じますが、この洗濯の一連の手間をまるっとお任せできるので僕はねめちゃくちゃ助かっています。僕みたいに一人暮らしで洗濯の時間とかあれは本当作業でしかないので、この時間をどうにかね短縮していきたいという方にはねいいんじゃないかなと思います。はい、この洗濯代行サービスに入会しているのと、あとはこちらですね、マネーフォワードミープレミアムです。おなじみの家計簿アプリですね。これはね僕の日々のお金の動きを管理する上で本当欠かせません。各種金融機関を連携することで自動的に家計簿をつけてくれます。電子決済したものは自動振り分けして簡単に家計簿をつけてくれますし、現金で買ったものも手入力もできますし、レシートをカメラでスキャンして自動的に入力するとかもできるので入力がとても簡単です。あともちろん証券口座との連携もできますので、僕もね投資信託とか資産運用いろいろやってますが、銀行口座以外のお金の動きも定期的にチェックできるのもありがたいです。僕はこのね特に資産運用というかね、この投資とかこのあたりの数字が見られるっていうのもねやっぱ嬉しいんですよね。僕の資産とか日々の細かなお金の動きが一括管理できるので、マネーフォワードミーはね本当欠かせないです。でマネーフォワードは無料でも使えるんですけども、無料だとこの連携できる金融機関が4件までにね制限されます。僕は銀行口座だけでなくてクレジットカードとかその証券口座とかいろいろね連携しているので、あっという間にね10件以上になっちゃうんですよね。なのでプレミアム会員になっています。以前は無料で使える連携数も10件までとかまでできたんですけども、今ね4件しか連携できないので、ちゃんとお金の管理していきたいという方はやっぱりねプレミアム必須になっちゃうんじゃないかなと思います。それでも年額5300円で月額に換算したら442円とかなので、お金の動き見ることの方がこの442円をね取り返すに十分なぐらい価値のあることだと思いますので、僕はこれね有料化してもいいんじゃないかなと思います。あとね確定申告の時も必須ですね。マネーフォワードはこれがなかったらね果てしない作業でしたが、このマネーフォワードとこのマネーフォワードの確定申告アプリもあるので、これのおかげでねサクッと終わりました。はい、そんな日々のお金の管理には欠かせないマネーフォワードもおすすめのサブスクです。で続いてはヘルスケア関連いってみましょう。まずこちらです。カロミルです。
カロミルは毎日の食事の栄養素を管理するアプリですね。有名なとこだとアスケンとかマイフィットネスとかあるんですけども、僕はこのカロミルっていうのを使っています。一番ね、なんか個人的に UI が使いやすかったのでね、ずっとこれ使ってます。最近特に日々の食事の PFC 管理というのをしっかりやっていて、1食というか1日のタンパク質摂取量とか脂質、炭水化物のこういった目標数値を決めて、その範囲内に食事をとるっていうのをやってるんですけども、毎食ね、食べた食事を全部記録して計算していかなきゃいけないので、これ手でやってたらめちゃくちゃ大変なんですけど、そういったのを半自動的にやってくれるのがこのアプリなんですね。コンビニのお惣菜とかだったらカメラでバーコードを読み取ればパッとね、一瞬で栄養素を全部記録してくれるのでめちゃくちゃ楽です。これ無料でも使えるんですけど、食事のレシピとかを自分で登録するマイメニュー登録とかができたり、あと広告が減らせたりできるので、月額480円だしということでね、登録しちゃいました。これもね、ほんと毎日欠かせないサービスです。これとあとね、僕ウォーキングも今やってますので、こちらのアプリもサブスク登録しています。ステップスアップ歩数計プロです。このステップスアップも基本無料なんですけど、細かな目標設定ができるので、僕はね、サブスク登録しています。こちら月額580円ですね。これで時速何キロで何歩歩くとか指定して、1日のウォーキングの目標達成の管理をしています。もともとよく歩く方ではあるんですけど、有酸素運動としてのウォーキングって考えていくと、ある程度のスピード、時速6キロ、7キロとか、それぐらいのスピードで1万歩くらいはね、歩かないとちゃんと体に効果が現れないらしいので、そんな目標を立てて歩いています。そういったウォーキングの管理アプリ、こちらもサブスク登録しています。ステップスアップのプロですね。あとは食事系ですね。食事系で僕がずっとサブスク登録しているのがナッシュです。冷凍お弁当宅配サービスですね。冷凍なのに美味しいし、栄養バランスが取れたお弁当を毎日違ったメニューから選んで食べられるので、これもね、ずっと契約しています。すべてのメニューが糖質 30g 以下ということで、栄養管理もしやすいです。僕はちょっと今頻度は若干落としていて、1ヶ月で8食届くサービスにしています。先ほどのね、PFC 管理とかしていると、ちょっとこのナッシュだと意外とね、オーバーしてしまうものもあったりするので、ちょっと控えめにしてる感じですね。はい、このナッシュでも引き続き使ってます。あと僕がね、大好きなコーヒーのサブスクですね。ポストコーヒーですね。コーヒー豆を定期配送してくれるサービスです。毎月3種類のコーヒー豆を送ってくれます。ポストコーヒーはサイトにコーヒー診断というのがあって、ここでいくつかの質問に回答していくことで、こちらのコーヒーの好みを診断して、それに合ったコーヒー豆を3つ選んで届けてくれます。毎回本当自分のことを分かってくれた自分に合ったコーヒー豆が届くし、今まで買ったことがなかったロースターさんのコーヒー豆にね、出会うこともできるので、そういうね、開拓する楽しさもあります。実際届くコーヒー豆本当に美味しいものばかりで、僕の好きなフレーバーがちゃんと届くので嬉しいしね、毎月楽しみになってます。コーヒー好きな方はぜひこのポストコーヒーのサブスク使ってみてほしいですね。あと最近ね、下北沢にポストコーヒーの店舗もできたので、ぜひ皆さんも行ってみてください。僕もたまに立ち寄ってます。はい、飲食系こんな感じですかね。コーヒーのサブスクサービスポストコーヒーでした。はい、続いてはエンタメ系のサブスクをいろいろ紹介していきましょう。まずは動画配信サービスから。1つ目はこちらです。YouTube プレミアムです。YouTube の有料プランですね。僕自身YouTube で動画配信してますけども、他の方の YouTube もね、めちゃくちゃ見ます。今一番見ている動画配信サービスはね、多分この YouTube だと思うんですよね。そんなわけで YouTube を快適に見たいので有料プランに入っています。プレミアム会員になると広告が非表示にできたり、バックグラウンドで再生ができるようになったり、オフラインで再生することもできるようになります。このね、広告オフも嬉しいですが、バックグラウンド再生とかもね、とても便利ですよね。聞くだけで楽しめる動画とか最近増えてますので、バックグラウンド再生でラジオのように AirPods で聞きながら歩いたりしています。ちなみにプレミアム会員になるとき、iOS のアプリからだと1680円かかってしまいますが、iOS でもブラウザとかサファリとかのね、ブラウザとか、あと Android のアプリからだと1280円で入会できます。iOS がね、高いのはこの Apple 税ってやつですね。Apple に手数料取られるからその分高くなってるというやつですね。毎月乗ってくる差額になりますので、入会するときはね、気をつけてください。あと動画系だとこちらですね。Netflix のプレミアムです。Netflix もね、徐々に値上がりはしてきてはいるんですけども、オリジナルコンテンツとか本当に面白いですからね、やっぱり外せないです、Netflix は。ただ最近僕自身がね、時間があんまり取れていなくて、見たい作品たくさんあるんですけど、なかなか見られていないんですよね。周りでも話題になってますけど、不適切にも程があるとか、あとね、シーズン1が面白かったフィジカル100っていうね、やつもある
るんですけど、これもねシーズン2やってて見たいんですけど、本当ね見たいのたくさんあるんですけど終えてないですね。このねゴールデンウィーク中とかにね見倒そうかななんて思ってます。そういえば今はの国のアリスのね次のシーズンも始まるって聞いたんですけど、あれいつからなんですかね。僕ちょっと気になってるんで、配信始まったらねこちらも見たいと思ってます。そんな感じで見たいものもなかなか見られていないんですが、もし皆さんもおすすめの作品あったらね教えてください。はい、そんな Netflix、 あと動画配信ではこちらですね、 Hulu です。日本テレビ系列の動画配信サービスということで、日テレのドラマとか番組とかその派生番組なんかが豊富になってます。テレビドラマはどうしてもねやっぱリアタイで見られないことが多いので、 Hulu でまとめて一気見することが多いですね。ちょっと前だとだが情熱はあるがね面白かったですね。あと最近だとこれもオードリーさんつながりですけども、春日ロケーションですね。皆さん見てますかね、春日ロケーション。春日さんと里光さんと日向坂の松田好花さんの街ブラ番組なんですけど、なんというかねもう何も考えずに頭空っぽで見てられるんですよね。これいい意味でね、いい意味で頭空っぽで見てられるんですよね。リラックスできる番組でね、僕これ結構好きなんですよ。ただ Hulu は今見てるのこれぐらいになっちゃってるんですよね。時間が取れてないのが本当もったいないんですけど、でもこれだけでもね僕は今楽しんで見られてます。あと動画系だとこれね何度かやめてるんですけど、やっぱり入会しちゃうサービスなんですよね。 Unext です。Unext はとにかくね作品数が多いんですよね。他の動画サービスで見つからなかった映画とかドラマとかも Unext だとね見られることが多くて、月額がちょっと高めだなと思いつつも何度もね再入会しちゃっています。久しぶりにあの映画を見たいとかドラマを見たいなと思った時に Unext で探すと大体見つかるのでね気に入っています。今もねなので入会しています。あと動画系だと ABEMA プレミアムにも入ってます。しくじり先生とかねバラエティ系見るのが好きなのと、あとねMC バトル系もこれちょっと意外って言われるんですけど、 MC バトル系のね番組とかもね見ています。アベマもねもっと見たいものいろいろあるんですけど、こちらもねなかなか見られてないですね。隙間時間でいろいろ見てるって感じです。はい、動画配信サービスだとこんな感じですかね。あと音楽配信サービスもいろいろ入っています。まずは Amazon Music Unlimited です。 Amazon プライム会員でも数百万曲のラインナップから聴き放題なので、これでもね十分聴けるんですが、この Unlimited に契約すると聴き放題の曲数が1億曲以上から聴き放題になります。全部聴くこともちろんないんですけど、やっぱりメジャーな曲なら大体見つかるっていうのもありますし、あとね音も比較的いいなと思うので、このね Amazon Music Unlimited も使っています。 Amazon プライム会員だったら年額9800円なので、月額換算したら817円とかなんで、プライム会員費用がねそもそも安すぎるんで、この Unlimited 上乗せしてもねいいかなと思って入会しています。あと僕が使ってる音楽配信系サブスクといったらやっぱりこれですね、 Spotify ですね。 Spotify のプレミアム会員です。国内外の音楽で聴きたい楽曲はね大体見つかります。あんまりメジャーではないアーティストの曲が聴けたりもしますし、あと他の人が作ったプレイリストとかも見つかるので、自分の好みに合った知らない曲やアーティストに出会えたりするっていうのも楽しいです。あとポッドキャストも聞くことができますね。実は僕も昨年ポッドキャスト始めていて、君まろのためにならないラジオというねポッドキャスト番組を始めてるんですけども、こちらもね Spotify でもちろん聞けるんですが、今年ねまだ撮れてないですね。すいません、サボってしまってなかなか話すネタがパッと浮かばなくて、ゆるゆると5話ぐらいしかないですけど、一応君まろのためにならないラジオってね検索したら出てくると思うので、暇な方聞いてみてください。はい、そんな Spotify ですが、これプレミアム会員になるとスキップの制限がなくなったり、プレイリスト再生ができるようになったり、あと音声広告が流れなくなったり、オフライン再生もできるようになります。快適に使うにはねやっぱりプレミアム会員になった方がいいですよね。音楽系はこの2つだけ入っていて、あと電子書籍系ですね。電子書籍系はまず Kindle Unlimited、Amazon の電子書籍の読み放題サブスクサービスですね。2000万冊以上のタイトルが読み放題になってます。僕は電子書籍は基本的に Kindle で読んでいて、雑誌とかムック本とか教則本とかこういうのね読むことが多いですね。あとビジネス書とかマーケティング系の書籍とかも結構有名どころはだいたい Kindle Unlimited で読めたりするので、こちら使っています。あと書籍系だとこちらですね、 D マガジンです。雑誌を読むときは Kindle よりこちらの方がねサクサク読めるので結構ね使っています。ガジェットとか生活雑貨とかの情報誌もねいろいろ読めるので、僕はねずっとこれ使ってますね。はい、電子書籍はこんな感じですね。続いて動画制作や写真加工などクリエイティブ系のサブスクも紹介していきます。まず一つ目こちら Adobe Creative Cloud のフォトプランです。
Photoshop のデスクトップ版とか iPad 版、Lightroom などが利用できるプランです。僕の YouTube のサムネイルとかインスタやスレッズにアップしている写真の加工はこの Lightroom でやってるのと、あと YouTube のサムネの文字入れとか AI 画像処理とかは Photoshop を使ってるので、このフォトプランもね必須になってきます。僕のクリエイティブには欠かせないですね。あとストレージも追加契約して、ファイルストレージ 1TB を月額1078円で追加して使ってます。Lightroom とかは写真のデータをクラウドにアップして、そこから iPhone とか iPad とか、あと MacBook とか、こういった複数のデバイスにデータを読み込んで加工編集するので、クラウドの容量が割とすぐいっぱいになっちゃうので、この拡張プランっていうのをね入会しています。あと今も聞こえてると思うんですけど、この YouTube の動画に使う楽曲をダウンロードするサブスクにも入っています。僕がメインで使っているのはエピデミックサウンドです。こちらのパーソナルプランというのに入会しています。動画の BGM は基本ここからね探して使っています。楽曲のクオリティも高いので、動画の雰囲気がね一気に格上げされます。結構視聴者さんからも BGM 何ですかとか聞かれるんですけど、大体ねこのエピデミックサウンドの楽曲になってます。ただたまに僕がやらせていただいている PR 案件の動画とかだと利用範囲が限られていて使えなかったりするので、そういった場合はエピデミックサウンドのコマーシャルプランというのを契約しないといけないんですが、これが月額9000円と結構高いので、エピデミックサウンドの方はパーソナルプランのままにしていて、その代わりアートリストというところのプロを契約しています。こちらであれば年額3万円で PR 案件の動画に使える楽曲を落とせますので、こっちの方がね総額で考えると安く済みますんで、アートリストのプロプランの方を使っています。でも楽曲のクオリティとかね数はエピデミックサウンドの方が充実しているとは正直思います。あと動画で使うモーショングラフィックとか、文字がね動くモーショングラフィックとかはモーションアレイというところを使っています。これも年額契約ですが、バナーとかテロップとかこれを使うだけで見栄えがね良くなるので、これもね僕の動画作りには欠かせないです。はい、クリエイティブ系だとこんな感じですかね。これで全部かな。はい、僕が契約しているサブスク20個は以上です。はい、今日は僕が契約しているおすすめのサブスク20個を紹介してみました。今日紹介したサービスは毎日を楽しく快適にしてくれるものばかりなので、気になるものがあればぜひ皆さんもね使ってみてください。紹介したサブスクサービスは概要欄にもリンクを貼っておきます。中には月額無料キャンペーン実施中のものなんかもありますので、この動画を見てね興味持ったらねぜひ試してみてください。で、最初にも言いましたが、もし皆さんもおすすめのサブスクリプションサービスありましたらコメントで教えていただけたら嬉しいです。このチャンネルではこうした生活に役立つ情報もいろいろお届けしていますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。